今回、私たちのタイトル曲をお願いしておりますシラップさんです。ほんまにありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ります。一緒にお仕事をするのは今回初めてなんですよ、実はね、はい、本当にだからもう本当にありがたいお話だなと思っていて、私が人生をかけているグループがありますという話をねしたらみたいな、本当にもうぜひっていう感じで乗ってくれて、ね、もうみんなのそのビジョンとか、モーティワンのビジョンとかみんなは何に今人生をかけているかっていうことに対して非常に共感をしてくれて、でタイトル曲の、作詞というところに関わってくださるということで、本当にこういう機会って人生で何回もいただけることではないので、本当にいい作品にして、私たちがもうねシラップに恩返しできることっていう必死に頑張ることだけだと思いますので、もう全てをかけて頑張りましょうということで、こちらこそ光栄な、お話をいただいてありがとうございます。やれるだけ命をかけます。やってください。お願いします。お願いします。お願いします。でもまあそんなに命をかけるって言ってますけど、まあ一番やっぱり自分たちのこうラインなんていうんですか、マイルストーンになれば一番いいと思うんで、その今のベストが出ればいいんじゃないですかね。それぐらいのテンションでやりましょう。はい。まあざっくりですけど、やっぱ1曲目で自分たちをこう出したいわけじゃないですか。ベストっていうか多分提示せなあかんっていうところがあるんで、まあコンセプトって多分こうしっかり今ある中で、ただこうね曲になった時に全部伝えようとしたら伝わらないっていうのが絶対あるので、1段階目で伝えたいものみたいなのをみんなで同じ方向を向いていって、そこを決めれたらいいなと思うんですけど、昨日話し合ったのも含めちょっと簡単に説明したいなと思うんですけど、はい、まず私たちがこう一番にこう私たちに合っていて、で伝えたいメッセージとして掲げているのが、あなたの人生の応援団になりたいですっていう、それぞれのこう生きてきた人生があって、それぞれの苦しみとか挫折とかも経験した上でここに集まっているよねっていうのがあって、誰かの人生に寄り添えるんじゃないかっていうか、そのいろんな経験をしてきたからこそ、悲しみにも苦しみにも寄り添って、人生単位で誰かの応援をできるんじゃないか、応援団になりたいっていうのが一番のコンセプトかなというふうに私たちは思っています。ありがとうございます。なんかそれを受けて、ほぼ同じバイブスで生きてるんやけど、なんかでこういうメッセージを聞いた時にすごい伝えたいことがいつもあって、全力で生きるのってめちゃくちゃ大事なんですけど、全力で休むも全力だから、なんかその要はなんて言うんだろう、走り続けろみたいなメッセージになるのも良くないし、みんなにもそれを持ってほしくはないなと思ってて、自分自身もアーティストやってて走り続けられなかったっていうか、やっぱ体がオートマで走れる時と心はついてこない時が 100% いつか来て、でそれが俺も 2,3 年前ぐらいにあって、そこが一番むしろ走れないよりもしんどかったから、そうならないことをもちろんみんな理解はしてると思うけど、一応改めてそこはまた違うから、全力っていう言葉は今を生きるっていうのはすごい大事だなと思うんですけど、そこはそうであってほしいなみんながっていう、一番は心が健やかじゃないとっていうところがあるんで、それを今聞いてて、もちろんみんな理解してるかもしれないけど一応言っておきたいなというのと共通認識として、あと応援歌っていうのも俺ももちろん自分のファンに向けてそうやって風に考えることめっちゃ多いんだけど、俺が結構大事にしてるのってまず自分に歌うことがめっちゃ大事だと思ってて、要は人に歌うってその人のこと分かんないじゃん、誰か分かんないしみたいな、誰の耳に届くか分からへんけど、でも自分に対して言えることっていうのはめちゃくちゃあるから、で自分に対して言うことと、これは変な言い方するけど多分人間の悩みなんて知れてて、で自分に対して言ってることっていうのは共感してくれる人がたくさんいるし、今のコンセプトも含めて自分たちと同じ思いの人たちに届けっていうところにフォーカスすればするほど届いていくっていうのがきっとあるんで、そういう応援っていうのも自分たちに向けても歌ってほしいなと思うんで、それを忘れずに今日かけたらなと思ってます。
私今回その作詞をシラップに任せようかなと思ってるので、一見そのみんなが考えていることを出してもらって、最後シラップの言葉とか感性に任せようかなと思ってるんだけど、多分そのかけらを渡す作業がすごい大事なのかなと思っているので、ぜひそこをパスしてもらいたいなっていう感じで。はい。相違としてこの曲を全部聴いてみて、みんななんか大きいイメージを受けたなみたいな。なんか例えば人生とかそういうなんか壮大な、こう曲調もなんか静かなところから始まって下も上もあるようなこういう流れをとても感じたので、それが人生だったりとか、道のように見えた、大きなものに見えたっていうのがみんなのイメージの中にまず最初ありました。そういう時の流れだったり人生だったりっていうのをなんか感じましたっていうのがあって、じゃあそこから想起するのが運命、タイミング、時間、あと古時計っていう単語も出て、それはちょっと面白いなっていうのがみんなの中であったりとか。古時計っていうのもやっぱり時間をめちゃくちゃ経てて、いろんな多分なんかわかんけど古時計ってなんか所有者が変わってそうな感じがあって、すごいいいなと思って、そうでいろんな人の人生を見てきた古時計が自分の手元に届いて、その例えばなんて言うんだろう、別にそこまで想像しなくてもいいんだけど、多分そういうものを集めてる人ってこれがどういう歴史があって、どういう人の手に渡ってどういう人生を経てきてるかみたいなのを多分聞くのが好きだと、俺も好きだし、アンティークとか聞くときは、アートってそういうもんだけど、そもそもそういう風になんかフォーカスしていけたら曲はすぐ書けそうですね。仮に戻れるなら1週間なんか戻れるならどこに戻る？休みを使って私は結構シンプルに赤ちゃんの時に戻りたい。はい、いろんな感情をあんまり複雑に考えずに、ただ一日が、食べて楽しんで泣いてみたいな、そういうルーティーンをもう一回味わいたいです。そう、自分もやっぱりその話を聞くともう本当に情報過多だし、やっぱりアーティストってめちゃくちゃ大変な仕事だと思うから、常に脳が止まらないし、なんて言うんだろう、脳を止める時間がすごい大事だなと思ってて、1分2分でもちょっとしたマインドフルネスみたいなのをやっぱ入れるようにしてて、赤ちゃんって多分一番長い時間ってなんか世界を感じてる時間なんやろうなって思うなと思ってて、多分感情とかもそんなに流れてなくて、大半の時間が世界をただただ受け止めるだけの時間みたいな、なんかそういう時間ってすごい大事だなと。4、5年前ぐらいにちょっと脳がなんか動かなくなっちゃった時があって、テレビ番組に一回出て、歌のこう、パフォーマンスとかエンターテインメント性で見てこう優勝を決める番組あったんですけど、すっごいその決勝が、観客の皆さんの前で、こう何の緊張もせず、ただただ楽しくて、その瞬間がものすごく自分にとって、すごいポジティブなものになったらよかったんですけど、終わって喜ぶ暇もなく、こうあれを超えなきゃいけないっていう思考にすごいいっちゃって、いっぱい助けてくれた人もいたのに、いっぱい声をかけてくれた人もいたのに、全部突っぱねちゃった自分がいて、もし帰れるんだったらあそこでたくさん声かけてくれた人とかにちゃんと向き合って話したいなって思いました。ありがとう、シェアしてくれて。先生長くなりました。全然大事なものをシェアしていただいてないです。ありがとうございます。もちろんその時期に戻ってっていうのも大事だし、俺は今その過去の話でいろんな辛い思いもめっちゃしたんだなと思ったけど、気持ちの面で言うと本当に緊張しないで歌うってめちゃくちゃハードル高いなと思ってて、俺もそのマインドセットやっぱ未だに緊張しない方なんやけど緊張するし、なんか緊張してない時が一番やっぱり
いいライブになるから、その時の記憶があるっていうのはアーティストやっていく中でめっちゃ大きい武器になると思うから、辛かったことも同時に思い出しちゃうから、はい、絶対無理しなくてもいいと思うけど、そこだけをこう大切にするのはすごい大事かな、いいことだなと思ったんで、はい、はい、ポジティブに、はい、はい、ありがとうございます。やっていきましょう。ありがとうございます。特定のはい、日にちに戻れるってことですか？それでもいいですよ。いいじゃん。そしたらあるのいいですね、それ。はい。私はなんか後悔をもう一回やり直したい。後悔。ああ、おしゃれ。なんか私はなんかオーディション番組に出てたことがあって、結局脱落しちゃったんですけど、その理由がなんか分岐点になったところがあるなと思ってて、なんか最初もなんかもうどうしようもできないなって思ったところまで来ちゃって、もう脱落する時にこれは絶対に脱落するなって思っちゃったんですよ。でそれの前がなんか曲を選ぶ時になんかダンスの曲にしとけばよかった、ボーカルを選んじゃって、ダンスだったら自分の手足の長さとか活かせてもっと魅力が出せたのに、なんであの時ボーカル選んじゃったんだろうって思って、なんかめっちゃ今でも後悔してます。それ戻ったら違う選択をしたいなって思って。なんか今が私にとってすごく今一番いいところにいるから、なんかそれがあったからこそここに入れるから、変えたくないって気持ちもあるんですけど、でもなんかもし戻れるならそういう未来もやってみたいなって思います。ありがとうございます。でも今がベストですよ。今がベストなんですけど、多分いや今がベストですよ。はい。はい。でもそういう気持ちはすごい大事だと思うし、多分そこがあるから今がすごい大事だって思えてるっていうのがめちゃくちゃ大事ななんかこうキーワードだなと思ったのと、後悔をもう一度したいっていう言葉はだいぶおしゃれですね。めちゃくちゃいいと思いますね。後悔、でもなんかそれってすごいパラレルワールドみたいな話もつながってきて、多分どの選択をしてもここに来る可能性があって、経験としてねそれは必要だったんだと思うし、俺も本当にそういうことめちゃくちゃ思うけど、今がそれでもベストって思えてるのはすごい素晴らしいことなんで、はい、なんかそういうところまで今喋ったことまで含めてなんかいい歌詞にできるといいですよね。はい、ね、そのファンの方のメッセージとか母からのメッセージとかいろんなものに支えられたというか、いろんなものを受け取りはしたんですけど、なんかその時の私は結構それを受け取ってもなおやっぱり落ち込んでしまうじゃないですか。だから現実をこう受け止めきれなくって、でもそれを経験したことによって分かったというか、そのプロとしての考え方の裏付けになるような出来事だったので、やっぱりそれがあったからこれはこうなんだって思って、自分のやってやるぞっていう気持ちもまだ消えてなかったので、今後より良い活動ができるように、それのためだったんだなって思います。今話聞いてもほんまに感じてるなっていうのが、今を生きるっていうのって一番難しいけど、ほんまに思ってるか思ってないかってすごい大事やなっていうのがあるし、多分時代とかもすごいあって、自分たちが若い時よりもコントロールできないことが世界中にめちゃくちゃあるから、自分たちの人生を選択しないといけないっていうか、ほんまはそんなに邪魔される必要がないのに選択をするのに苦難がいるっていうすごい時代に生まれてるからこそ、なんかそういう今ね喋ってくれたこととか、そういうメッセージ大事だなと今改めて思いました。曲ってほぼ日記っていうか、もし自分の人生にバイブルっていうか、そういう教えみたいなのを貯めていくものがあるんだとしたら、多分自分の楽曲が俺はそうで、要は今感じたことをそこに置いていって、すごいすっきりしていく作業。いかにその時に感じたことをちゃんと出すかっていうのがすごい大事になってくるし、本当は多分音楽って何もかも全部外せばセルフケアだったりメディテーションみたいなものも絶対あって、だからその気持ちも
忘れずにこう一個ずつ書いていってくれたらいいなと。多分今みんなが特に門出だからすごいいろんな感情ねうわーってもう永遠に湧くだろうし、例えばね人からなんか言われることもあるだろうし、この先もあるだろうし、そんな中で一回こうね開ける一曲目として、何曲も書いて今も書いてる曲もあると思うけど、それが全部そうなっていけばいいよねって思ってるし、俺はそう思ってて日記とも思ってる今を。で特にその、今回のプロジェクトにすごい賛同したのはやっぱその経験をずっとみんなに与えていきたいっていうエピソードがすごい大事で、共鳴したっていうか、自分もすごい最近思うことがあって、やっぱり自分が活動してる中で若い時にああだこうだやれる時間があったんだけど、今はそのまず表に出る時にもデータとして SNS 上に出たりとかして、その矢面に立たないといけないタイミングが早すぎるから、そこでなんか批判されたりとか、普通に当たり前だから、そんなこと。でもそれを要は仲間とかでなんか言い合ったりとか、先輩に何か言われたりとか、嫌なこと、本当は嫌なことなんて本当は経験する必要ないんだけど、そうでもなんかその要はそういう時間があったけど、今はそこがすごい取りにくいっていうのがあるから、なんかそれをちゃんと時間使ってなんか、経験してるっていうのはこの時代にとってはすごいポイントだなと思うんで、それは自分たちのいろんな経験とか後悔とかもあると思うんですけど、実はめちゃくちゃ武器なんで大事にしてほしいなと思いました。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。私たちも頑張ります。みんなで一緒に、頑張ろうね。みんなで一緒に頑張りましょう。盛り上げていきましょう。はい。良きかと。ありがとうございます。私は結構物語性とかが重視するタイプなんですけど、その歌詞に合った動きとか、そういうなんかストーリー性とか面白いなとか、小学校の頃の話なんですけど、物語を書いたりとか、そういうなんか好きだったんですよ。そういう想像力は豊かなのかなと思います。お互いに内側向く。確かにタイミングがどっかやるの。最後だけにやってみる。でも1回目の思い出で向き合ってみて、それの後になんか別のとこ向いて最後上向くぐらいがいいね。OK、 じゃあ 1個目の最高の、でアイコンタクトして、で最初さピーちゃんが入ってくるところでさ、ちょっとピーちゃんの方見えるかな。 OK、 ちーちゃん歌ってる時、私ちーちゃんの方見てる。私自身に伝えてあげたいことでもあるんですけど、どんな自分でも失敗とか後悔とか、どんな自分でも認めて聞いてくれる人の気持ちに寄り添えるような曲を作っていきたいというか、寄り添えるアーティストになりたいです。お、タイミング一緒。いい感じ。